おはようございます。昼見る方、こんにちは。夜見る方、こんばんは。じじです。というわけで今回はこちらですね。ゴジラ95ネオプレイヤー1さんのソフビです。みんな大好きデスゴジですね。で、デスゴジのバーニング状態っていいと思います。こちら。バーゴジとは言わないか。じゃあ、開けていきます。ホッチキスが分厚いやつじゃなくて、普通のホッチキスの大きさですね。珍しいな。というわけで、とりあえず中身を取り出していきます。いいっすね。はい。じゃあ、とりあえず本体は置いといて、タグを見ていきましょう。今回ナンバリングが振ってありますね。実は僕ネオプレイヤー1さん、ワーウェスの動画とか僕の見てくださった方はわかると思うんですけど、モスゴジが大好きで、こちらのネオプレイヤー1さんのモスゴジをひたすら買い続けてるんですよね。今3個持ってるんですけど、ピンクのやつと白い蓄光のやつと、で、今回これ古典で抽選だったんですけど、その古典の事前抽選だった黒いモスゴジ、この3体持ってて、モスゴジを買い続けていたんですが、今回ですね、会場でこれを、モスゴジを引き取りに行くときにこいつを見まして、僕が行ったのは初日なんですけど、これが土曜日の抽選だということで、もうこれは絶対欲しいなと。ちょっとその話いきますか。もともとね、これ大きめっていうゴジラ95、大きめってやつが有名で、もっと大きいやつなんですよ。本当に。それは僕もよく見ていたんですよ。ただ、僕はとりあえずネオプレイヤーさんはモスゴジが好きなんで、モスゴジだけをひたすら買い続けていたんですが、そのモスゴジと並べられるサイズのデスゴジがあって、しかもこの雰囲気、この佇まいじゃないですか。たまらないな、これと思って、土曜日抽選しに行って、運よくね、本当嬉しかった。見事買うことができました。このネオプレイヤーさん、こんなサイズ好きで、大きいのもね、一度触ってみたいし、持ってみたいし、すごい重くて満足度がある話なので、持ってる方とかに聞くと、そっか、じゃあいつか欲しいなとは思ってるんですが、それは置いといて、じゃあタグに戻りましょう。ゴジラ95ネオクラシックシリーズっていうシリーズですね。ネオプレイヤー1さん。はい、ソフトビニール。今回ナンバリング入ってますね。僕モスゴジ3体持ってるんですけど、全部ナンバリングとかないですね。ちょっとスペシャル感ありますね。商品材質、プロダクト、マテリアル。本体はソフトビニール。台紙は紙。梱包材はポリエチレン袋。この辺読まなくていいか。で、版権とかね、この辺があります。可愛いですね。絵もいいですよね、これね。というわけで、本体を見ていきましょう。まずはパーツ数かな。オーソドックスかな。でも首、別パーだ。背中は背びれは背びれ別パーツだ。でも綺麗に。これ背中別パーツ。これ色の感じのおかげなのかな。あんまり境目わかんないですね。結構ね、このゴジラ背びれのこのパーツって別パーツ化、やっぱり抜きが大変じゃないですか。なんで、別パーツ化されてることが多いんですけど、結構ね、ここバレバレなんですよ。ちょっと歪んでいたりとか、隙間が空いていたりとかが多くて、僕それがすごく嫌なんですけど、これバッチリですね。バチピタっすね。まるでバンダイのプラモデルのようなバチピタ具合ですね。これ気持ちいい。だけど背びれここがまず、いわゆる体が2パーツになってるのか、2、で、尻尾1、これで3、足4、5、手6、7、で、頭で8、8パーツっすね。結構豪華なパーツ構成っすね。今開けたばっかなので、動きは悪いですが、これ動かしていけば、だんだん動きが良くなってくるんで、ちょっと動かしていいですかちょっと一回動かしていいですか。これはもう儀式なのでね。クリアはどうしても柔らかめのゾルになるので、ちょっと柔らかい底火ってこういう感じでちょっとピタッとくっつきやすいんですよね。でも一回動かすと、すんなり動くようになるんで、はい、動くようになりました。はい。バッチリですね。いや、かわいい。もともとネオプレイヤーさんを僕が知ったのは、ワンウェスの動画でお伝えしたと思うんですけど、水色のモスゴジ見まして、なんだこれめちゃくちゃいいな。めちゃくちゃ可愛いな。もうドストライクで、次絶対買おうと
その時はもう昼過ぎぐらいにワンフェス行ったんで、当たり前のように売り切れで。で、次のワンフェスはもうそれ目当てで朝一行って、作ってる数がね、やっぱ多いみたいで、僕のその動画見てくれてる視聴者さんも欲しかった人、もうほぼ買えてたみたいで、僕も無事ピンクのモスゴジを買えまして、そこから僕のネオプレイヤー1さん、モスゴジライブが始まって、今や3体みたいなね、モスゴジだけで。で、その時にこいつのでかいやつも見ていたんですよ。やっぱモスゴジの大きさと造形と遊び心とか、そういうところが大好きだったんで、モスゴジぐらいのサイズでデスゴジがあったらなーっていうふうに思ってたんですよ。なんでそんなにドカーンと入ったかっていうと、僕ね、食玩とかの装備も好きで、ちょっと簡単にポッと出せるものをちょっと用意したんですけど、これはまあゴジラのやつなんですけど、これ面白いでしょ。ゴジラの上にこうラドンが乗っててこう飛んでる姿ですよね。こういうのがあったりとか、逆に今度ラドンがモスラを乗っけてこう飛んでるやつとか、すごい面白くないですか？僕こんな食玩をなんかもういっぱい持ってるんですよ。ゴジラじゃなかったら、これなんてめちゃくちゃじゃないですか。ピカチュウの上にピチュウじゃなくてちっちゃいピカチュウが乗ってるんですよ。めちゃめちゃ可愛くないですか？もうこんなの100何円とかでね、普通に売ってるんですけど、こういうのが僕大好きで、これバンダイさんのやつなんですけど、全部。ちょっとね、これの大きい版みたいな感じにすごく見えたんですよ。その時、モスゴジが。何これ、大きい食玩じゃん。最高かよと思って好きになったんですね。で、これのデスゴジですよね。いわゆる要はバーニング状態を表現してると思うんですけど、こう体にね、これ水蒸気がこうやって造形されてるんですよ。今までありましたっけ？こんなソフビ。水蒸気普通に生やしちゃってんだ、みたいな。これがすごくなんか食玩チックな発想だなっていうふうに思って、そういえば、今回の個展の時になんかもう、いろいろ聞けばよかったな。あんまり話す機会がなかったんで、どんぐらいだろう。2、3分ぐらいちょっと話できたんですけど、その時に出ていた大きいスペゴジがあったんですけど、それが良すぎて、応募はしなかったんですけど、大きいやつだったんで、できればこのサイズでね、スペゴジ欲しいです。はい。お願いします。お願いします。もう、抽選で当たらなくても、このサイズのスペゴジが見て、うわー最高だなと思うことが幸せなんで。でも、その大きいスペゴジが本当に良くて、それの話をちょっとふわーっとしちゃって、いろいろ聞きたいことあったんですよね。もしなんかね、ちょっと話せる機会があったら、ちょっとゆっくりいっぱい聞きたい話があって、まあそれ、まあいろいろなんかもう今日まとまってないですね。置いていきましょう。で、本当にまあ作品が好きだったりとか、キャラクターが好きだったりとかして、すごい考えられてる感じがするんですよ。僕的に。このデスゴジなんか見てもそうなんですけど、こんなんもう発想が面白いじゃないですか。本当になんかこの辺の発想なんですよ。怪獣ソフビだからこうだぞみたいな。まあスタンダードサイズで作るならやっぱこうじゃないとみたいなのがあんまり感じないっていうか、すごく新しい世界観だなっていうふうに思っていて、こういうスタンダードの装備のものとしては、いろいろな可能性を感じさせてくれて、僕的に本当に新しい扉を開かせてくれたメーカーさんだなっていうふうに思ってますね、プレイヤー1さんって。一度ぜひ手に取ってみてほしいなと思います。ただ、やっぱなんかこの辺の感じで僕はもうビビッときたんで、食玩的、大きい食玩的だなっていう風に感じてビビッときて手に取ることができたんですけど、やっぱ言うてもやっぱ見た目じゃないですか。なんだこれっていうのをやっぱ感じて、まあでもなんかいろいろ話聞くと、メイドインジャパンの僕が好きなそういうザ怪獣ソフビってわけじゃないしなっていう風にもし尻込みしてる方がいたら、ぜひビビッときた方は一回手に取ってみると、なんか新しい価値観が生まれるんじゃないかなと思うので、もしビビッときてる方で機会があれば、ぜひネオプレイヤー1さんの装備は一度触ってみてほしい装備だなと思ってます。すごく話が前置きが長くなりましたが、こちらデスゴジですね。この時って結構ゴジラ苦しい感じなんですね。結構苦しい険しい工場出てると思います。でね、造形が、まあ、すごい緩く可愛い感じだけじゃなく、ものすごいね、
リアルな部分ってリアルなんですよ。この胸の部分とかのシワですよね。リフォルメされてて、つるっとした感じにしてしまうと、それはそれですごくもっとより食眼っぽくなって、可愛いはあると思うんですけど、ちょっとね、こういう細かい、ここなんか細かい縦長の鱗がこうあるテクスチャーが入ってるんですけど、この辺しっかり押さえてるんですよ。リアル造形で。こういう細かい部分見るのもすごく楽しいし、で、こう引いた感じで見た時のこの全体的な食眼的なフォルムもいいし、本当に新しいんですよね。まあ、今までもすいません。もしこういう感じのことにチャレンジした装備があって僕が気づいてないだけだったら本当に申し訳ないですけど、僕的にはこのネオプレイヤー1さんの怪獣装備が僕は初めてで、こういった試みの装備をスタンダードサイズで見るのは飽きないですね。見てて。で、触ってても触り心地がすごくいい。プラス、これもう一つ、これまあスタンダードサイズじゃないですか。で、スタンダードサイズの重さってまあみんな大体頭に浮かべる重さってあるじゃないですか。持った時の。これね、それより明らか重いです。明らかに重いんですよ。すんごい重いです。ちょっと片手で2、3分持ってると腕が疲れるぐらい重いです。だからかなり厚く抜かれてるんだろうなっていう。その辺の満足感ってやっぱ持った時にずしっとくるのってすごく大事じゃないですか。こういうスタンダードの装備って。そこ絶対狙ってると思うんですよ。持った時の重さってものすごいこだわってる部分だと多分思うんで、これは完全に狙いでやってると思います。めっちゃ重いです。だから、これの大きめっていうサイズあるじゃないですか。多分ね、両手で持ってても多分腕疲れるぐらい重いと思いますよ。まあ想像でしかないですけど。やっぱ欲しいな、でっかいのいつか。これはね、今回、ラメですね。これ2つラメ入ってんのかな？金銀ラメかな？もう1個ぐらい入ってんのかな？見えますかね？金銀のラメ、2色のラメ。ごめんなさい。もっと使ってたら申し訳ない。すごい綺麗です。もう子供が大好きなキラキラです。ブルーのクリアにキラキラが入っています。で、そこにバーニングゴジラのね、雰囲気の塗装がされています。レッドと、これクリアレッドかな？これ成形じゃないよね。塗ってますよね。うん。ですよね。レッドとゴールドが吹いてあって、口もね、この中もほら、ちゃんとクリアのゴールド、ちゃんとレッド吹いてあって、ゴールド吹いてあって、目もレッド、目もちゃんと塗ってますね。割とね、ちょっとパッと見て思った。色数はそんなに使ってない。だからうるさくないんだ。可愛らしさが出てる。すごいまとまりがいいんですね。色数がそんなにガチャガチャ使ってないから、あっちにこの色使ってみたいなことちゃんとしてないくって、すごくまとまって少ない色数でものすごいいい雰囲気出してますね。すっげえ好き。すっげえ好き。ここはゴールドうっすら振ったのかな？水蒸気の部分。雰囲気いいな。ちょっと、もしかしてスモークグレーみたいなの吹いてんのかな？ちょっとわかんないな。ここ吹いてますね。明らかにこの水蒸気の部分、ちょっと他のブルーと色が違うんで。足裏は、今回は。次にネオプレイヤー1さんと東宝のマーク入ってますね。これ良すぎんだろ。なんだよこれ。でね、ちょっとまだ開けてない段階で、まあ動画撮るときに開けようと思ってたんですけど、こう光に透かしてみたんですよ。そしたらね、がっつり透けるんですよね。これ多分だからクリアレッドだと思うんだよな。これね、結構がっつり透けるんですよ。だからやっぱクリアレッドなのかな。で、ゴールドも結構すぐ発色するんで、スッと吹いて終わりにしてんのかな。だからゴールド部分も結構透けてるじゃないですか。光に照らすとね、がっつり透けるんですよ。これも、だから、見た目が変わるのでいいですよね。このデスゴジと並べられるクリアのね、モスゴジ、いつか出してくれたらな、欲しいな。いいな。ほんといいな。ちょっとゆっくり全体を見てもらいましょうか。ね。くるっと。
この時のね、ゴジラすごい苦しい鳴き声を上げながらこう歩いていくわけですよ。こっから水蒸気をね、こう出しながら。1週間後にね、メルトダウンしちゃうんですよ。すごい。すごいね。いいね。というわけで、ファーストインプレッションということで、この辺で、なんかもうどんどんいくらでも喋れちゃうんで、なんか本当に新しい、こう、扉を開けてくれたメーカーさんなんで、言いたいこといっぱいあるんですよね。というわけで、ネオプレイヤー1さんのネオクラシックシリーズゴジラ95の装備の紹介をしてみました。ぜひね、これ見て、見た目が気に入った方は、一回ぜひ手にしてみてほしい装備です。そんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。